濃厚で滑らかな生クリームミルクプリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は生クリームミルクプリンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、とても美味しい濃厚なミルクプリンに生クリームをたっぷり絞っていきたいと思います。さらに今回はいちごミルク味も一緒に作っていきたいと思います。作り方はですね、混ぜて冷やすだけなのですごく簡単です。要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプリンの生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、生クリーム、練乳、お砂糖、粉ゼラチン、お湯です。こちらの材料で作っていきます。生クリームはお好みで大丈夫なんですけれども、今回私が使用するのが動物性の乳脂肪分が 35% のものを使います。あとですね、リッチな味わいにするために今回は練乳を入れます。で、もし練乳がない場合はお砂糖を 40g で代用してみてください。そして上にかける生クリームの材料はこちらです。生クリーム、お砂糖、こちらの材料で作っていきます。で、ここにですね、練乳ちょっと入れていただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずこちらのゼラチンを溶かします。ゼラチンを入れていただいて、そして粉ゼラチンにお湯を入れます。これをよく混ぜましょう。で、1回だとね、なかなかお湯を使っても溶けないので、これを一度電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜます。はい、このようにしっかり溶けてゼラチンの液が透明になれば OK です。で、もしね、まだちょっとつぶつぶが残ってるなっていう時も 2,3 分ぐらいするときちんと溶けますので、そのまま一度置いてみてください。続いてプリンのね、生地の方を作っていきます。まずボウルに牛乳、そしてお砂糖で、あとは練乳ですね。これを一度よく混ぜます。で、そしたら最後こちら生クリームを加えます。そしてよく混ぜましょう。この後ね、ゼラチンを加えるんですけれども、ゼラチンをきれいに溶かしても冷たいものにね、そのまま入れてしまうとつぶつぶが出てしまう時がありますので、一度こちらの生地も軽く温めます。電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱し終わりました。この時に冷たいなと感じないぐらいになれば OK です。ちょっとぬるいぐらいで OK です。あまりね、温めすぎると今度は膜が張ってしまったりとかしますので、温めすぎには注意してください。1分加熱してまだ冷たいなっていう時は追加で10秒ずつ加熱してみてください。それではね、ゼラチンを混ぜていきます。で、ゼラチンを入れる時のポイントなんですけれども、このまま直接入れるとつぶつぶが出てしまったりとかダマができてしまう場合があります。なので必ずゼラチンを加えるときは大元の液体を少しゼラチンに入れます。大さじ2杯ぐらいですね。で、そしたら混ぜます。で、最初にゼラチンを大元の生地となじませます。はい、で、このようにしっかりとなじませてからこちらの大元の生地に戻します。はい、そしてよく混ぜましょう。ここからがポイントです。牛乳と生クリームを混ぜたものを固めると2層にね、分かれてしまう時があります。それを防ぐための方法を今回はご紹介していきます。はい、まずこのように氷水を用意してください。ボウルを氷水に当てます。氷水に当てながら5分ほど生地を混ぜながら冷やしていきます。そうすると分離しにくくなります。はい、5分経ちました。そしたらボウルから外します。最後ね、もう一度よく混ぜて、はい、牛乳プリンの液はこれで OK です。容器に入れていきます。今回は 100ml 入るカップに入れていきます。生地を6分目ぐらいまで入れます。生地を入れました。これね、全部ね、ちょっと形は違うんですけれども、 100ml のカップにだいたい6分目ぐらいまで入れて6つ分になります。そうしましたら1個ずつね、ラップをしていきます。あとはこのまま冷蔵庫で 2,3 時間ほど冷やし固めます。
それではね、いちご味も今回は作っていきたいと思います。材料はこちらです。牛乳、生クリーム、練乳、お砂糖、いちごパウダー、粉ゼラチン、お湯です。こちらの材料で作っていきます。このいちご味はね、先ほどの量の半量くらいの量で作っていきます。なので、3個分ぐらいね、ちょっと少量で作りたいなっていう時は、牛乳プリンもこちらの量に合わせて作ってみてください。それでは、早速こちらの材料で作っていきます。まず粉ゼラチンを溶かしましょう。で、ここにお湯、そしてよく混ぜます。こちらを電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、加熱し終わりました。そしたらよく混ぜましょう。このようにしっかり溶ければ OK です。こちらも同様に粒が残ってる時は 2,3 分置けばね、溶けると思いますので、一度このまま置いておきます。続いて、こちらのいちごパウダーを牛乳となじませます。まずいちごパウダーを入れます。そしたら牛乳を少し入れます。大さじ1ぐらいですかね。そして混ぜます。まず少量の牛乳でいちごパウダーをね、このように溶かしてください。ある程度混ぜたら一度こちらを電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、そしてよく混ぜましょう。しっかり溶ければ OK です。そうしましたら大きいボウルに移します。ここに残りの牛乳、そして練乳とあとお砂糖を加えます。これでよく混ぜます。でね、どうしてもね、いちごってこう色が薄くなっちゃうので、もし色つけたいなっていう時は食用のね、着色料を使っていただくといいかなと思います。で、あとはいちごジャム使ったりとか、冷凍のいちごを使っていただいても OK です。いちごジャムの場合は練乳とお砂糖の代わりにいちごジャムを入れていただいて、冷凍いちごの場合は解凍して潰して入れてみてください。甘さはね、お好みで調整してみてください。で、そしたら最後生クリームを加えて混ぜます。で、そしたらですね、こちらも冷たい状態だとゼラチンの粒々が出てしまったりダマになったりしますので、一度電子レンジ 600W で50秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらよく混ぜます。それではゼラチンと混ぜていきます。まずこちらの液をゼラチンに入れてください。大さじ2杯ぐらいですね。で、最初になじませます。で、このように綺麗に溶けたら戻し入れます。そして混ぜます。これで OK です。それではこちらも冷水に当てて5分ほど混ぜながら冷やしていきます。5分経ったので取り出します。よいしょ。容器のだいたい6分目ぐらいまで入れます。はい、こんな感じですね。それでは残りも同じように入れていきます。容器に入れました。こちらはね、3つ分になります。で、それではここにラップをして入れる量はお好みでね OK です。それではこちらも冷やし固めます。はい、それでは生クリームを泡立てていきます。氷水を張ったボウルにボウルを乗せて生クリームを入れます。そしてお砂糖です。固めの角が立つまで泡立てていきます。このぐらいしっかりとピンと角が立つぐらいまで固めの生クリームにしてください。絞り袋をこのようにちょっと高めの容器に入れやすいようにセットします。生クリームを入れます。生クリームの準備はこれで OK です。はい、このように冷やし固まりました。斜めにした時に液がこぼれてこなければ OK です。すごいね、今回とても柔らかい仕上がりになってます。すごくプルプルです。この上に最後生クリームを絞って仕上げます。はい、これで完成です。他も同じように生クリームを絞ります。はい、これで生クリームミルクプリンの完成です。最後にね、ちょっと粉糖かけました。これはお好みで OK です。こんな感じに仕上がってます。そしてこちらがいちごミルク味です。こんな感じに仕上がってます。そしてこちらがカップで作った方です。プルップルです。こんな感じですっごく柔らかくてプルプルに仕上がりました。それではいただきたいと思います。じゃあまずミルクプリンからいただきます。おー、生クリームたっぷりですね。いただきます。すっごく滑らかでプルプルトロトロです。
練乳を加えてるので甘さにコクがあって美味しいですね。続いていちごミルクいただきます。こっちもプルップルです。いただきます。ちょっとねいちごの甘酸っぱさがあってとても美味しいですね。いやこれねどちらもミルキーでとても美味しいし、口の中に入れた瞬間に溶ける食感です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の生クリームミルクプリンのポイントです。まずはじめにゼラチンをきちんと溶かしてください。ゼラチンをお湯で溶かした後に一度電子レンジで加熱してさらに混ぜて溶かすんですけれども、その時にちょっと粒が残ってても 2,3 分ぐらい置いておくと粒が消えますので、しばらくね 2,3 分ほど置いてみてください。その後牛乳と生クリームとかお砂糖、練乳を混ぜるんですけれども、その混ぜた生地が冷たいと綺麗に溶かしたゼラチンを入れてもザラつきが出たり、あとはダマができてしまう場合があります。なので必ず生地は軽く温めて冷たくない状態にしておいてください。今回はね1分温めたんですけれども、1分温めてもまだ冷たいなっていう時はプラス30秒加熱してみてください。そしてゼラチンを混ぜる時のポイントなんですけれども、まず溶かしたゼラチンに大元の生地を少し混ぜてください。きちんとゼラチンと生地をなじませてから大元の生地に戻して全体を混ぜるようにしてください。生クリームと牛乳を入れて固めるとたまに分離してしまう時があります。なのでそれを防ぐために5分ほどね冷水に当てながら混ぜました。そうすることで分離するのを防ぐことができます。そしていちごのミルクプリンのポイントなんですけれども、今回はねいちごパウダーを使いました。いちごパウダーを使う場合はいちごパウダーを牛乳できちんと溶かしてから加えるようにしてください。今回はねいちごパウダー使ったんですけれども、これ抹茶パウダーとかココアパウダーでも代用できますので、その場合も同じように作っていただけたらと思います。でさらにいちごパウダーを使わずにいちご味にしたい場合は冷凍いちごを解凍して潰して加えていただいたりとか、あとはいちごジャムで代用していただいても OK です。その場合は甘さはお好みで調整してみてください。どちらもとても簡単で美味しいのでぜひ作ってみてください。ということで今日は生クリームミルクプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。